Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boys Flutter University! はい、ということで、変な声で始まりましたが、今日もフラッター大学の動画始めていきたいと思います。前回の続きということで、前回は Firebase から値を取得して本の一覧を表示するっていうのを iOS と Android でどちらもできたというところまでやりましたが、今回は去年もやったように、これに対しての、このページに対してのモデルを作成して、で、そのモデルの方で値を取得という風に行うという、ちょっとリファクタリングをまずはしてからやっていきたいと思います。今は状態管理としてリバーポットとかも流行ってるんですけど、その動画も作るとして、プロバイダーの方で十分いけるかなと思いますんで、プロバイダーの方のを使ってやっていきたいと思います。はい、ということで、プロバイダーフラッターを検索して、プロバイダーフラッター出して、こちらをね、インストールして使っていきたいと思います。はい。はい、プロバイダーを入れます。はい、パブスペック YAML の一部、ここに追加して、パブゲットをします。はい、できたらですね、このブックリスト、このページっていうのをちょっとディレクトリを整理するという意味でですね、パッケージを作って、ブックリストというパッケージ作って、この中にブックリストページを入れると。で、さらにこの中にブックリストモデルっていうのをね入れます。はい、入れました。で、ブックリストモデルを作って、こっちの方で値の取得とかをやっていくというふうにねしていきたいと思います。その方がすっきりするので、はい、ブックリストモデルでextends が change notifier で、はい、でここにですね、今っていうのはストリームビルダーっていうのを使ってねこう書いて、これはこれで便利なんですけれども、こっちのページの方は完全に値を使うだけで、こういった処理みたいのは書かないと、この辺の処理は書かないという方針にしたいなと思いますので、こっちで、じゃあボイドでフェッチ、ちょっとフェッチブックリストという関数を作って、ここの中で、こちらのねこのそのままちょっと一旦ストリームでやりましょうか。こちらをコピーしてきて、このストリームにこれかスナップショットに対してこれをやればいいんでね、ちょっと一旦コピーしていきますか。一旦 Firebase Firestore をインポートして、このユーザーストリームがこのスナップショットのことだと思うんで、違いますか？違いましたか？違います。違う。この型はクエリースナップショット。リッスンか。リッスンか。なるほど、一旦戻して、この状態で、ザストリームをリッスンっていうのがありますので、リッスンして、でこのイベントがスナップショットですかね。ちょっと分かんなくなってきたので、この中にリッスンがないか。ないですね。Firestore。違う。リッスンの2018だからあんま良くないクエリスナップショットですね。ここ
ここがクエリスナップショットとなるはずですので、でもダメなの。ダイナミックなんですね。はい。これを、ここに入れるって感じ。このスナップショット。なるほど。これがダイナミックになっている。ユーザーストリーム。クエリスナップショットがインポートできていない。こうですね。で、これはデータないのか。これは Docs でいいのかじゃあ。Docs マップ。で、これはリストタイルにしていますが、このスナップショットドックを、一旦ここまで消して、このデータまではよくて、データをそのままじゃなくて何らかの形にしてからページに返すということで、さらにちょっとドメインっていうパッケージを作りまして、このドメインの中にbook というダートファイルを作って book というクラスを作っていきたいと思います。はい。で、book の中にはタイトルとアーサーがあるという感じですかね。はい。これでいいんじゃないですか。でもエラーがmust be initialized ということで、はい。ブックまで作ったので、次は、ここの続きですかね。はい。ユーザーストリームから、to リストで何を作るかという話なんですけど、この to リストのところで、ブックを、作るという感じにしたいんですね。で、これ結局、ファイナルブックスイコール、ブックス、違うね。ブックスに変換すると、この中で。っていう話な、このマップの中で、このドキュメントスナップショットをブックという型にね、変換したい。この型は、こうしたいわけです。先ほど作ったブックの配列にしたいわけなんで、ここでデータをブックスに変換するというところで、まず、さっきこっちでやっている通りですね。タイトルとアーサーがありまして、ファイナルストリングタイトルが、こちらで、もう一個が、アーサーという感じになって、ここでリターンで、ブックを作ると。で、ブックはタイトルとアーサーを入れる。こんな感じですかね。はい。これでいいんじゃないかなと思います。で、このブックスを、ですね、ここにリストでブックスというのをね、置きまして、この this.books イコール books と置いて notify listeners すると。で、この books が、いいのか。なるほど。で、これが、初期値が、
あっても、まあこうするか、まあこれそうですね。これこういうエラーになるんですけれども、ここでまあハテナつけるか、まあ、初期値をなんか入れなきゃいけないという話なんですけれども、まあ一旦この空にしとき、どうしようかな。塗るにしとくか。塗る許容にしていきます。これハテナをつけるとですね、リストブックの型か、もしくは塗るがここには入り得ますという意味になりますので、まあ、このフェッチブックリストが終わってないときはここがヌルになるけど、終わったらちゃんとここにブックスがね、このちゃんとユーザーストリームが入ってきたらここに入るので、この型になると。それ以外はヌルになるかもしれない意味でのハテナっていうのがフラッター 2.0 からのヌルセーフティの話です。ということで、こっちのねページの方もリファクタリングしていきたいと思います。一旦もうこの辺はストリームビルダーから全部消します。一旦。はい。まあ、リストタイルは後で復活させるとして、こう消して、ここでですね、はい、ここで、チェンジノティファイヤープロバイダーの書き方を思い出したいのですが、僕も覚えていないので、フラッタ大学のプロバイダー、ちょっとこの中から間違えた、この中からですね、プロバイダーのサンプルありますので、こちらを参考に書いていきたいと思います。まあこんな感じですね。ということで、この中身に関してはちょっとこのコンシュマーをちょっと一旦コピーします。はい、ここですね。で、ここがこれインポートでプロバイダーで、ここがブックリストモデルで、この全体をチェンジノティファイアプロバイダーで囲みたいので、ここをですねオプションエンターをしてラップ with widget して、ちょっとこれを一旦コピペしてくると、ここからここまで、はい、コピペして貼り付けで、ここはカウントモデルじゃなくてブックリストモデルに変えると。はい。で、ここをリターンしてるのを、リストビュードットビルダーにしてましたかね、先ほど。もはや、もともとは、リストビューのビルダーじゃなくてチルドレンですね。はいはい。リストビューのチルドレンとして、ここに、ブックスが入ってくればいいと。はい。で、ここに入れると。ダメか。ダメか。で、ブックスは、ブックという、この型なので、ここのチルドレンに入れるのは、これですね、ウィジェットの配列、ウィジェットのリストを入れなきゃいけないので、ブックスを、ウィジェットに変換しなきゃいけないということで、こうですね。はい。ウィジェットみたいな感じでちょっと名前つけて、このブックスを、マップでウィジェットに変換します。リストタイルに変換しますと。で、ここで、E はブックの1要素なので、ブックの、タイトルがブックドットタイトルで、サブタイトルがブックドットアーサーと。
はい。で、保存じゃなくて、これはこう。はい。どうですか？ハテナなのでね。で、これがハテナと。で、ハテナの時は、このブックスがハテナの時がヌルの時は、ここでリターンでセンターが入ってるから、もうサーキュラープログレスインディケーターを返すとぐるぐる回ってるのが返ると。でここを通り過ぎたということはブックスはヌルではないので、今度はここで、さっきハテナってやりましたけど、今度はびっくり、もう絶対ヌルじゃないですと。このリストブックスはもうヌルじゃなくて絶対リストブックの型入ってますっていうのがここで保証されるので、ここはびっくりにしてマップでリストタイルのウィジェットに変換できてますか？これはエラーが出てます。あれでトゥーリストですね。トゥーリスト。はい。まだダメか。まだダメか。ダメですね。ここもテキストにテキストウィジェットを入れると。こうですね。はい。ここもbook.earth。はい。こんな感じで、ウィジェットを今度はここにリストよし、これできた。はい。ということでできたんで、ちょっと解説しますと、はい。ここまでのリファクタリングを解説しますと、ユーザーストリーム、前回使ったこのブックスを、変化したら発火するストリームというのがあるんですけれども、これをここに定義して、ブックリストモデルの。で、定義しただけでこれは。でこのフェッチブックリストっていうのをやって初めてこの変化をね、リッスンするというコードを書きました。はい。で、リッスンして、変化があったらこのスナップショットに値が入ってきて、この、ちょっとちっちゃくする。このスナップショットに、のドックスっていうのにドキュメントスナップショットが入ってるんですけど、このドキュメントスナップショットをマップで、マップっていうのは変換するやつなんですけど、このブックのね、ドキュメントスナップショット型からブック型に変換したいので、このドキュメントを、まずはデータにして、この、ストリングダイナミックのデータにして、こういう感じで取れるようになると。で、タイトルとアーサーが、入っていますので、ここにある通りね、入っていますので、このように、はい、これを取ってそれぞれ。で、これを先ほど作ったブックというこの、型ですね。このエンティティをね、単体ですね。本という一単体にね、というのを自分で作ったんですけど、これにして、リターンしてあげると、マップの中でね、こうリターンしてあげると、この、ちょっと書いてすると、このブックと、ブックスという、ね、リストのブックスになるわけですよ。もともとドキュメントスナップショッツのドックスだったやつがブックスのね、リストに配列になるわけですね。で、このブックスをここに入れてあげて、this って指定するとこっち指定してくれるので、ここに入れてあげて、それ終わりましたって notify listeners っていうのを、これをやると、ブックリストページさんの方がですね、このコンシュマーの方のね、方で発火しまして、ここがコードが読まれるようになりまして、で、ここがリビルドされると。で、ブックスは、このフェッチブックリストがやられるまではヌルなので、その間はこのプログレスインディケーターをね、出しておくと。で、その後に2回目にまた呼ばれたら、このブックスが入ってきてるはずだから、その時にこっち側のコードに入ってきて、リストビューに、今度はウィジェッツにね、ブックスを今度はウィジェッツに変換して、リストビューに与えてあげると、リストビューができますという解説で
ありました。で、ちょっと忘れてたのが、このブックリストモデルで最初に画面を開いた時にこのフェッチブックリストをやらないと本一覧を取ってくれないので、はい。これをやりたいと思う。これでリファクタリング完了したので、ビルドしたいと思います。ちょっとエラーが出てるのを消しますね。はい。このダータアナリシスにエラーが出てますね。このびっくりに関しての、このびっくり will have no effect because the receiver can't be null と言っているので、ここでね、ブックスがヌルじゃない保証がされているので、これはなくてもいいそうですね。よかったです。多分これがないと、ダメですね。びっくりつけないと、こうなっちゃうんですけど、これを書いておけば、びっくり書かなくてもいいらしいですね。はい、こんな感じでビルドしましょう。はい、ということで、無事、一覧に出てきました。さっきと見た目が変わらないので何も変わってないように見えるんですが、もともととは全然、ディレクトリ構造がですね、ここですね。ブックリストページしかなかったものが、ブックリストモデルっていうのが作られて、本の取得処理はこっちで。で、ブックっていうこの単体が作られて、なんていうかね、ここで、モデルまでがこのブックっていう形にしてくれて、ページではそこまでを考えればいいというか、Firebase のことはこっちでは考えなくていいという状態になりました。はい。じゃあちょっともう一冊ぐらいね、こちらに追加させていただいて、タイトルが、最近僕が読んでいる、行動経済学の話で、朝はちょっと、朝はね、これですね。これですね。これですね。はい、これが、ここで、アーサーが安倍誠さん。はい。コピー、安倍。これを追加したので、はい、入ってますね。はい、これで反映されました。ということで、今回は一旦ここまでにして、次は、今ユーザーストリームに前回の名残でしてるんですけども、これをストリームじゃなくて、普通にストリームってこう変化があったら発火するやつで便利なんですけど、そうじゃなくて1回だけ取得するやつっていうのを次回やってみたいと思います。無駄に変化を取得する必要はない時もあるんで、そっちもこの後学んで、その次に新しくプラスボタンで追加していったりとか、アップデート編集ボタンですね、やっていったりとかしてみたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。See you next time.